走れたとしたら287キロぐらいはいるかな。最近の車はピークパワーが出るポイントが例えばとにかく下を良くしようっていう、そういう流行なんで、ピークパワーが出るポイントが回転数が5000ちょっとぐらいでしか出ちゃうんですよ。そこから上はパワーが下がってくるんで、そこを最高速で伸ばしていくのは非常に難しいですよ。このスカイラインの 400R はフルノーマルで乗った時からもう軽い何これ、もうすげえと思ってもうびっくりしました。まさかこんなに速いとは思ってなかったですし、でフルノーマルで馬力計測してもやっぱ440馬力出てたんで、ポテンシャルは高かったです。街乗りもしやすいし疲れないし、僕らみたいな年齢の人にはもう絶対おすすめかなと思いますね。したがってそんな外観は派手にはせずに、まだエアロパーツついてないんですけど、一応うちではフロントサイドリアのエアロパーツを今作っております。であとやってあるのは足回りとブレーキとコンピューターとマフラーでデカロシート、これぐらいしかやってないです。で足回りはトップライン車のアラゴスタ車高調キットのちょっと試作版で、フロント16キロリア8キロが入ってます。かかってる費用もそんなに大したことないんで、誰でもできるチューニングだと思います。でただちょっと一味違うかなっていうのはコンピューターのデータですかね。で、ブースターツなんかの制御も全てコンピューターでやっていて、この車からはなぜかね、今までの日産のお家芸だったホットワイヤー式エアフローからカルマン渦エアフローに変わってまして、難しいなと思いながら取り組んだんですけど、それとあとブーストコントロールシステムも、35GTR で採用していたタイプとはまた違ってまして、これも難しいなと思ったんですけど、やっていくうちにコツをつかんで意外と早くうまく自分のものにすることができました。ブースト設定は、1.45 キロぐらいのブーストで、最後は 1.0 ぐらいまで下がるかな。あんまり無理すると圧縮比も高いですしノッキングが出やすいんで、高回転はブーストをだらーっと下げるようにしてます。100% の能力のうちの95、6% は出してるかなと思います。であんまりいっぱいいっぱいにしちゃうと、こういった最高速テストになると、何らかのトラブルが起きる可能性があるんで、その辺の95点ぐらいを目指して作ってきました。さあ皆さん、期待の 400R フェニックスパワーが持ってきたこのスカイラインですけども、やはりね、このやっとちょっと面白い車が出てきたかなっていうコメントが、あったんですけども、本当に乗ってみるとパワーもあるし、高速の安定感もあるし、非常におすすめの1台だなって感じました。で、チューニングの内容というのは、ロームチューン、ECU チューン、ライトチューンではあるんですけども、もうこれ以上パワーいらないんだろうっていうぐらいしっかりパワー出てます。で、足もですねマイルドに仕上げてて、
ストリート仕様ながらもこういう最高速やっても結構安心して踏める足になってました。逆にこれやっぱりこう最高速出すぞって言ってガシガシにしてくるよりはなんかトータルバランスで考えるとこのスカイラインの、4ドアのこのホイールベースだとかこのなんていうのかな仕上げ具合っていうのはあんまりやりすぎないの方がいいのかなって気がします。違うね 400R たまたま乗ったことがあったんですけども、やっぱ足やりすぎちゃうともう硬くなりすぎて乗ってられないんです。でやっぱこのフェニックスパワーぐらいの、足のチューニングがちょうど程よく、ストリートからちょっとこうスポーティーに走る最高速、ミニサーキットに乗るぐらいまでが楽しめる仕様なんじゃないかなと。パワーもいい、足もいいでなおかつ、移動のね普通の、足にも使えるっていう車、トータルバランスの取れた 400R でした。まあ正直第一目標はしっかり完走できることやったんです。で最近の車はいろんな制御が入ってチェックランプとかがつきやすいんで、まあ、できるならそういうのがつかないようにしてほしいなと、つかずに走りきれたらなと。で第二目標はその走りきれた場合はちょっと自分なりに計算して287キロ出れば嬉しいなと思ってたんです。ところが結果的には280キロちょうどぐらい。まあまあかなとは思うんですが、熱だれかな。水冷インタークーラーでね、全て水で油温とかも冷やしてるみたいで、自分なりにこの吸気温、この熱い吸気温だったらこうなる、この水温の時はこうなるっていうことに関する、セーフティーの入れ方は抑えて、できるだけパワフルな状態を長く保てるようには設定はしてきたんですけど、思った以上に他の分野でセーフティーが入ったのかなと。それを会社へ持ち帰って、ロギングデータを検証して探ってみたいなと。ドライバーの飯田明さんに聞くとやっぱりリアがちょっとふわふわして、踏み切れないっていう部分もあったんで、そこがもうちょっと最高速が伸びなかった理由かなと。だからリアの足をもっと動くようにして、それでいて、しっかり安定するような足を、もう一回煮詰め直していきたいなと思ってます。そういった部分もあってまだちょっと目標には届きませんでしたが、この車格の車からすれば十分なまあまあいい結果かなと思っております。車検対応ですしね、十分でしょう。富士で250、目標200、290ぐらいですかね。出ればいいかな。さあ、400R2 代目のエスプリさんなんですけども、早くもですね、この 400R、巷では、非常にこの最近楽しい車、速い車、スポーツカーがないっていう中でもこのスカイラインの 400R っていうのは有望視されてるんですね。そんな中でもこの2社、2つのショップがですね、ライトチューニング、お客様が買って、最初にできるところまで、突き詰めて、車を持ってきてます。この2台の車の違い見てみたいと思います。うちの 400R は一応第一段階としてブーストアップで、あと足回り、あとエアロですね、その辺をちょこちょこっとやってる感じで、買ってすぐやってもらえる感じの内容で、あとはその走られるステージによってアライメントであり、そのバネレートとかは変更していくんですけど、足回りは一応エッジケースのベースでバネレート減衰ちょっと変更して、今フロントが16キロでリアが12キロ、誰にでも受け入れられるようなパッケージになってるんで、その辺をもう少しスポーツ寄りに振ったっていうか、余分なストロークをなくしたりとか、バネレートをもう少し硬くしたりとかっていう変更をしてます。ブースト圧は最大今 1.4、 その状態で480ぐらいですね。ブースト出せるとは思うんですけど、あとアクチュエーター自体がそんなに強くないみたいで、イオンが出だしたりとかっていうのをちょくちょく聞くので、その辺は探りながらなんですけど、であとは
ブーストマップもこう踏み方によって違うとか、かなり細かいこうセットアップがされているようなんで、その辺まだ探ってますね。はい。スカイライン 400R の、エスプリさんの車両なんですけども、非常にですね、エスプリさんの車両は、安心感があるとか安定感があるというか、リアが、しっかりしてるんで、非常にこうバンクの中も安心してみました。バンク入り口から出口、そして最後踏切とこまでが非常に安心してみました。それとですね、足回り2社、使ってるブランドが違うんですけども、エスプリさんのは非常にこう、低中速が滑らかで、高速のこのバンクの中の踏ん張りがしっかり効いてて、その辺も非常に、やっぱりこう踏みやすさっていう意味では、足もちょっとこう最高速っていうか、その街乗りから、こういう高速走行に含めても、いいんじゃないかなという感じはしました。あとね、ホイールだとかタイヤでも多少違うとは思うんですけども、やっぱりね270超えてからそういうところの差もこう結構出やすいんで、ショップのねそういうもののこう選択なんかでもこう変わってくるんじゃないかなと思います。パワーの出方も、ほぼ体感は、ほとんど変わらないんですけども、やっぱりここショップのちょっとね個性の違いで、ブーストの立ち上げ方、ピックアップの、かかり方、そのブーストのかかったところの、シフトアップのするところのこう伸びなんかで多少体感違うんですけども、そのあたりは、やっぱこの 400R、今このライトチューニングの中では、大差はないのかなって気がしました。でもね非常にやっぱりこの 400R の出来っていうのが良くてですね、やっぱり加速感もそうですし、安定感、そして最高速、全てのこうトータルバランスが非常にいい車だなっていうのをさらに、改めて実感しました。ホイールベースあるとは思うんですけども、やっぱり車をやっぱりしっかり作り込んでるなっていうのはやっぱり乗れば乗るほど、この車基本的にはこのシャーシ自体はそんな新しいもんじゃないと思うんですけども、この 400R って名前を付けるために足回りだとかエンジン、そういう、ものをこうセットアップして 400R ってものは出来上がったんでしょうけど、その今までの、このスカイラインから 400R にこうステップアップするっていうね車作りの中で、やっぱりしっかりこう車を作り込むテストして、やっぱりハンドリングもそうだし、これ最高速も含めてちゃんとこうテストドライバーがテストして車を作り込んできてるなっていうのを僕もこう乗ると非常に体感できました。それぐらいがこうブーストアップの限界なんかなっていう感じはしてますけどね。あと細かい詰めで変わったとしても285とか290には多分届かないような雰囲気なんで、その上行こうと思ってやっぱりもうちょっと根本的に中を変えていかないとあかんっていうような感じがしますね。やっぱり必要やと思いますね。はい。でこの前もちょっとこうあまり触れてなかったんで、ちょっとプラグ変えたりするのにこういろいろ触ってみたんですけど、それなりにこういけそうな雰囲気はあるんで、あとフロント周りばらしてみてっていうぐらいですかね。現状その吸気温度が上がりすぎるっていう問題もあるみたいなんで、そこで制御が入ってリタードしてパワーが落ちる。その辺が改善されればもう少しこう点火も上げれたりとかするんで、そうすると
パワー自体の出し方もまた変わってくると思うんですよ。で点火もブーストもいろいろこう細かくできるんですけど、その制御がどんだけ入るかっていうのをこう探り今やってる途中ですね。はい。